こんにちは。オンラインケミストリー by 東巻です。2021年の東京大学の入試問題科学、こちらに出題ミスがあったのではないかと文部省にメールを送り、文部省から東京大学にメールが転送され、東京大学からその返事が来ました。問題となったのは第3問の1という問題になります。はい、こちらの沈殿適定モール法と言いますが、この問題になります。この問題の中で、東京大学では、はい、投了点ですね。この投了点をクロム酸銀が沈殿し始める点、これを投了点としました。で、実際にはこれ投了点というのは、クロム酸銀が沈殿し始める点ではありません。投了点というのは、飼料溶液中に存在していた塩化物イオンと、加えた硝酸銀水溶液中の硝酸銀の物質量がぴったり等しくなった点を投了点と言います。ただし、通常のモール法では、この投了点とクロム酸銀が沈殿し始める点が非常に近いような設定になる。そういう濃度で実験をするということです。ですから、通常の適定であれば、このクロム酸銀が沈殿し始める点と投了点はほぼ等しいとみなしてよろしいのですが、ところが、今回の東京大学の問題では、このクロム酸銀が沈殿し始める点と投了点は大きく異なるのです。そこのところが問題となりまして、文部科学省にメールを送り、そのメールが東京大学に転送され返事が来ました。こちらが文部科学省に送ったメールです。東京大学2021年科学第3問1番ということです。私が送ったのは投了点のクロム酸銀が沈殿し始める点としていますが、これは投了点という用語の誤った説明ということです。これは完全に誤っています。そして対象実験を行ったんですが、対象実験でも、このクロム酸銀が沈殿し始める点を見つけることはできません。ちょっとこの目視で確認することはできない。言ってることは、間違ってはいないんですけれども、そのようなこともメールしました。それに対する返答が文部科学省から来ました。以下の通り検証結果が参りましたということですね。以前にも東京大学の入試問題にちょっと問題点があるのではないかということで、文部科学省にメールを送りましたが、その時の東京大学の返答というのは、もうあなたの言ってることは、該当しませんという、もう決まりきった、文章が返ってきただけで、全然相手にされませんでした。ところが今回は、東京大学は、相手にしてくれたんですね。私のような一高校教諭の意見に対して、まともに返事を書いてくださったということで、それだけでも大きな進歩ではないかなと思います。では、東京大学の回答をご覧ください。私が主張した投了点、これは塩化物イオン、飼料溶液中に存在していた塩化物イオンと加えた銀イオンの物質量が等しくなった点である。その通りですが、ということですね。こちらの点については争うことがないということです。もしこの投了点の意味をですね、クロム酸銀が沈殿し始める点としてしまうと、これはもう分析科学の常識を覆すことになってしまいます。さすがに東京大学ではこの投了点の定義ですね。こちらの定義、これを覆すことはしませんでした。その通りですということですね。で、東京大学はどこを誤解していったかということですけれども、クロム酸銀が沈殿し始める点が投了点とみなされると理解できますと書いてありますが、実はここが大きな東京大学の誤解です。通常のモール法であれば確かにクロム酸銀が沈殿し始める点と投了点が極めて近くなるような設定で、適定の実験を行いますが、今回の問題については、クロム酸銀が沈殿し始める点と投了点はかなり離れてしまうんです。これについては後で説明します。その次ですが、私が言った、対象実験やっても、
このクロム酸銀が沈殿し始める点はわからないよってことなんですが、こちらについては、誤認しているというわけではないんです。東京大学さんの言ってることはその通りですが、これは別に私もこの点についてはちゃんと理解しております。ですから、ちょっと双方で、なんというんですかね、言っていることが食い違っていると言いますか、ここから下ですね、これについては、特にあまり、つついても、問題にしても仕方がありませんので、論点を絞った方がいいと思います。論点はここになります。クロム酸銀が沈殿し始める点が投了点とみなされるかどうかということです。この問題について。ここです。はい。念のため、メールの終わりの方もご覧ください。このようなことが書いてありますけれども、こんな感じですかね。では、こちらをご覧ください。はい。まず、投了点ですけれども、治療溶液中に硝酸銀水溶液を滴下します。そうすると、塩化銀の沈殿ができるわけですね。しかし、すべて沈殿するわけではありません。溶解土石というのがありますので、投了点というのは、この銀イオンと塩化物イオンを少し溶けておりまして、投了点ですから、この銀イオンと塩化物イオンの溶けているモル濃度というのは同じでなければなりません。これはルート KSP1 ということで、1.26×10 のマイナス5乗モルパーリットルということになります。はい。ということで、投了点とはこの点になります。これが何ミリリットルかというのが問題なんですね。投了点では、治療溶液中に存在していた塩化物イオンと加えた硝酸銀水溶液の物質量が等しくなる点になります。この投了点の定義を覆してしまっては、分析科学がおかしくなってしまいます。東京大学さんもこの投了点の定義については否定しておりません。さて問題はですね、クロム酸銀が沈殿し始める点ということになります。投了点では、このようにルート KSP1 ですから、銀イオンと塩化物イオンのモル濃度はこの決まった値を取ります。これは温度が変わらなければ、どのような適定をしても投了点ではこの値になるということですね。さて、それに対して、銀イオンのモル濃度、クロム酸銀が沈殿し始めるまでに、銀イオンのモル濃度なんですが、計算の方法は後で説明しますが、10のマイナス、1.47×10 のマイナス4乗モルパーリットルの濃さまで持っていかないと、クロム酸銀が沈殿し始めないんですね。この点が、硝酸銀水溶液を 16ml 適化した点になります。この時に塩化物イオンは、投了点では 1.26×10 のマイナス5乗モルパーリットル溶けていましたが、硝酸銀水溶液を新たに追加したことによって、さらに沈殿が少し増えます。その分、塩化物イオンのモル濃度は低くなりまして、1.09×10 のマイナス6乗モルパーリットルとなります。これを掛け算すると KSP1、溶解土石ということになりますね。問題はこの 16ml、クロム酸銀が沈殿し始める点 16ml と、この投了点の違いになります。これがどのくらいになるかということです。東京大学が言っているように、この違い、投了点とクロム酸銀が沈殿し始める点の違いがほんのわずかであれば、この入試問題は、全く問題なかったことになるのです。で、通常はそのような設定で適定の実験を行うわけですが、さて、どうでしょうか。この投了点とクロム酸銀が沈殿し始める点は、どのくらい違うのでしょうか。計算してみたいと思います。では、もう一度問題文を見てみましょう。溶解土石ですが、塩化銀の溶解土石はこのような値、そしてクロム酸銀の溶解土石はこのような値となっております。治療溶液ですけれども、これは 20ml ということで、そこに X モルパーリ、塩化物イオンの濃度は X モルパーリットルとなります。この時のクロム酸カリウムの濃度は、クロム酸イオンの濃度が10のマイナス4乗モルパーリットルとしてあります。20ml の体積で10のマイナス4乗モルパーリットル。これがクロム酸イオンの量になります。そして滴下する硝酸銀水溶液になりますが、ここが大きなポイントになります。はい。
10のマイナス3乗モルパーリットルの硝酸銀水溶液を滴下すると書いてあります。これが大変なことなんですね。で、私、これ問題見たときに、あれ、どうしてこんなに低い濃度の硝酸銀水溶液なのと思ったんですね。通常はマイナス1乗です。大体通常はこの100倍の濃度、あるいは50倍でもいいです、くらいでもいいですけど、50倍から100倍くらいの濃度なんです。ですから、塩化物イオンの濃度もある程度高い、濃度になりますね。そういう設定で、沈殿適定の実験をやるんですが、10のマイナス3乗。これがね、大きな問題なんですよ。続きを見ていきましょう。あと、数値的なことはいいでしょうかね。はい。沈殿し始める点。これが東京大学の方では、これを投量点としてしまいました。大きな間違いです。塩化銀、クロム酸銀が沈殿し始める点と投量点。これを一緒にしてしまえば、分析科学の常識はね、覆ってしまいます。はい。そして、投量点までに適化した硝酸銀水溶液は 16.0ml であったということです。で、投量点というのはここで本当の投量点じゃないんですね。東京大学は塩化銀、クロム酸銀が沈殿し始める点を投量点としてしまいましたので、この 16.0ml でクロム酸銀が沈殿し始めたと、一応、東京大学の問題文に従いましょう。そのようなことになります。では、この東京大学が主張する投量点ですね。16.0ml ですが、本当の投量点、真の投量点とどのくらいの違いがあるのでしょうか。計算してみましょう。はい。こちらをご覧ください。はい。東京大学さんは、投量点とクロム酸銀が沈殿し始める点がほぼ等しいというね、そういう設定で問題を作りました。メールの返信にはこのようなことが書いてありましたね。さて、本当にそうなのだろうかということですね。で、通常はですね、このような前提で適定操作をするんですけれども、問題は適定に用いる硝酸銀水溶液のモル濃度が10のマイナス3乗モルパーリットル。非常に小さな値です。通常はこのような小さな濃度を適定しません。さて、投量点における銀イオンの濃度とクロム酸銀が沈殿し始める点における銀イオンの濃度には差があるわけですね。投量点よりも少し、硝酸銀水溶液余分に加えないとクロム酸銀が沈殿し始めないわけです。で、そこでですね、例えば、こちら、読んでいただければいいでしょうかね。はい。そこで、本当の投量点からクロム酸銀が沈殿し始める点までに加える硝酸銀水溶液ですが、これがあまりにも薄いために、たくさん加えなければいけないんです。はい。では、投量点からクロム酸銀が沈殿し始める点までに何ミリリットル硝酸銀水溶液を加えるのか、必要があるのか計算してみましょう。はい。このところですね。もう一回、こちらを見ていただきましょうか。投量点。ここですね。それと、クロム酸銀が沈殿し始める点。ここと、ここの差です。これが何ミリリットルなのかということです。はい。では行きましょう。まず、投量点ですけれども、これ本当の投量点ですよ。塩化物イオンと銀イオンのモル濃度が等しく、このような数値になっております。よろしいですね。投量点というのは、ぴったり同じです。ぴったり同じですから、濃度も等しくなければいけません。はい。これにつきましては、ルート KSP1 ということで、簡単に求めることができます。この値になります。さて、クロム酸銀が沈殿し始める点ですけれども、クロム酸イオンの濃度。これがですね、最初は10のマイナス4乗モルパーリットルでしたが、16.0ml 加えたことによって、溶液の体積が 36ml になりました。
ろしいでしょうか、そこのところは 36ml。ですから最初 20ml が 36ml に薄まった分だけ、クロム酸銀の濃度は下がっているわけですね。これを計算すると、このような数値になります。そうすると、銀イオンの濃度は、その時、沈殿し始める点の銀イオンの濃度ですけども、溶解土石から計算しますと、銀イオンはルート。はい。銀につきましては Ag2 になってますからね。銀イオンの2乗、銀イオンのモル濃度の2乗かけるクロム酸イオンの濃度。これが KsP2 になりますので、銀イオンのモル濃度はルートのこちらになります。これを計算しますと、このような値になりまして、小数で言うと 1.47×10 のマイナス4乗モルパーリットルになるということです。はい。こちらが、このホワイトボードで言いますと、このクロム酸基が沈殿し始める点ですね。ここでは、銀イオンのモル濃度は 1.47×10 のマイナス4乗モルパーリットルということになります。つまり銀イオンのモル濃度をこの濃度から、この濃度まで増やさなければいけないということになります。はい、次を見ていきましょう。ついでにこの時の塩化物イオンの濃度も求めてみましょう。銀イオンのモル濃度はこちらの濃度になっていますので、もちろん塩化銀は飽和しておりますので、モル濃度の積、塩化物イオンと銀イオンのモル濃度の積は KsP1 となっておりますね。ですから塩化物イオンのモル濃度はこの KsP1 を Ag プラスこれで割りまして、このような数値になります。はい。これが、はい、こちらになります。はい。塩化物イオンのモル濃度は等量点ではこのような数値でしたが、硝酸銀をさらに加えたことによって、塩化物イオンのモル濃度は下がりました。10のマイナス6乗モルパーリットルまで下がったということですね。このような形になります。はい。つまりですね、等量点からクロム酸銀が沈殿し始める点まで、このように溶液中の銀イオンの濃度を上げる必要があります。さて、これだけ銀イオンの濃度を増加させるのに、硝酸銀水溶液を何ミリリットル追加する必要があるのか計算してみましょう。クロム酸銀が沈殿し始める点を 16.0ml。等量点ですが、それよりも手前になりますので、16-y ミリリットルとします。等量点から y ミリリットル追加した点が沈殿し始める点ということになります。まず等量点ですけれども、水溶液中に溶解している銀イオンの物質量ですが、これはモル濃度ですから、それかける、はい、等量点の体積ですが、36から y 引いたものですね。最初に飼料溶液が 20ml ありましたので、全体は 36-y ということになります。これが銀イオンの溶液中に溶解している銀イオンの物質量になります。追加する銀イオンの物質量になりますけれども、これは10のマイナス3乗モルパーリットルの銀イオンを1000分の y リットル、追加するということですね。y ミリリットルですからね。ですから、追加する銀イオンの物質量はこのようになります。さて、クロム酸銀が沈殿し始める点では、水溶液中に溶解している銀イオンの物質量はどのようになるかと言いますと、これが銀イオンのモル濃度ですね、その時の。ですから、溶液は 16.0ml 追加したことによって 36ml になっておりますので、これがこの点において溶解している銀イオンの物質量となります。さて、ここでちょっと細かいことになりますけれども、等量点から、はい、硝酸銀水溶液を追加するわけですね。追加しました。はい。ところがですね、追加した銀イオンの一部がですね、この新たに、この部分わかりますかね。塩化銀の沈殿が新たに生成します。これは銀イオンを増やしたために塩化物イオンが減るわけですね。塩化物イオンが減った分だけ塩化銀の沈殿が新たにできるということになります。まあちょっとこんな感じで、ちょっと書いてきますかね。はい。これだけ塩化銀の沈殿が、新たにできますね。ここのところわかるでしょうか。この部分ちょっと計算してみましょう。こちらの部分になります。
投量点から塩化物水、硝酸銀水溶液を Y ミリリットル、ちょっとこれミリリットル入れるの忘れましたが、追加したことによって、新たに生じた塩化銀の沈殿の物質量ですが、はい。ですか？もう一度見てください。新たにこれだけ沈殿ができるわけですね。さて、それはどうやって計算すればいいかと言いますと、投量点で溶解していた塩化物イオンの物質量から、クロム酸銀が沈殿し始める点において溶解している塩化物イオンの物質量を引いたものであるということです。はい、ちょっとややこしくなってきましたね。投量点ではこれだけ塩化物イオンが溶けていました。そこからですね、はい、これ、この時に溶けている塩化物イオンの物質量を引いたものです。これ引く、これですね。それがこれになります。わかりますかね？はい。それを計算してみますと、このようになります。はい。投量点では、16.0-Y ミリリットルですね、投量点。全体の体積、こちらです。で、濃度がこれだけですから、これが塩化物イオンの物質量ですね。そこから、はい。クロム酸銀が沈殿し始める点では、塩化物イオンはこれだけ小さな濃度になっています。そして全体の体積は 36ml となっています。これを引いたものが沈殿した、新たに沈殿した塩化物イオン、塩化銀の物質量になります。このようなことになりますね。もうちょっと簡単にするとね。はい。さてと、ここで投量点で、水溶液中に溶解していた銀イオンと新たに追加した銀イオンの物質量の和は、クロム酸銀が沈殿し始める点において溶解している銀イオンの物質量に、新たに生じた塩化銀の沈殿の物質量を加えたものであるから、1たす2は3たす4が成り立つということですが、言ってることお分かりでしょうか？ちょっとややこしくなってきましたね。はい。こちらの塩化銀、銀イオンの物質量、いいですかね。はい。そこから新たに、この、はい、硝酸銀加えます。こんな風にちょっと変えていきましょうか。ここ加えるわけですね。ここまで加えまして、さて、この加えたものというのは、この投量点で、加えたものというのは、クロム酸銀が沈殿し始める点で、溶けているこちら。この銀イオンの物質量だけではありません。新たに加えることによって、塩化銀が少し沈殿しました。この沈殿した塩化銀の物質量、それと溶けている銀イオンの物質量、これを足したものになります。これですね。それと、これが等しいということですね。ですから、ここの部分と、ここの部分が等しいということです。はい。それが1たす2は3たす4ということです。これを式を作りまして、こちらになります。さあ、見ていただいて、後でゆっくり見てくださいね。線分度というのをこう全部ね、省略して、で、これ解くとね、意外と簡単な計算になりまして、なんと y は5.3、有効数字2桁で 5.3 となります。ですから、クロム酸銀が沈殿し始める点が 16.0ml の時、投量点。これは 10.7ml ということになります。さて、ビュレットによる適定を行ったことのある高校生でも1回くらいは実験をやっているでしょう。はい。この 5.3ml というのは適定でこんなに違いが出てしまったらお話になりませんね。ということは、このあまりにもビュレット、この差は大きいということになります。東京大学では、投量点とクロム酸銀が沈殿し始める点がほとんど等しいことを主張しています。ところが実際には投量点は 10.7ml、そしてクロム酸銀が沈殿し始める点は 16.0ml。これで問題が成立するのでしょうかということですね。はい。誤りです。なぜ東大はこのような誤りを犯してしまったんでしょうか。適定に使用する硝酸銀水溶液の濃度を10のマイナス1乗モルパーリットルとして問題を作れば、
投了点とクロム酸銀が沈殿し始める点との違いは、ごくわずかで問題なかったと思います。これを、その 100倍も薄い、100分の1ですね。10のマイナス3乗モルパーリットルとしてしまったことですね。硝酸銀水溶液。これがミスの原因だったと言えます。はい。こちらの計算になりますけれども、もうちょっと前に戻りますか。はい。先ほどの式ですけれども、投了点からクロム酸銀が沈殿し始める点までに追加する銀イオンですね。硝酸銀水溶液。これは10のマイナス3乗モルパーリットルということですね。その10のマイナス3乗というのはこちらに来るわけです。はい。で、この10のマイナス3乗というのは、こちらの方程式ですね。どこに来るかというと、こちらに来ています。これがですね、10のマイナス1乗であれば、はい。実は、この y の値がどうなるかと言いますと、はい。この方程式ですけれども、実はこれ、消えてしまいます。同じものがね。ですから、この10のマイナス3乗というのがですね、10のマイナス1乗であれば、どうだったでしょうか。この y の数値が、はい、100分の1に小さくなってしまうということはお分かりでしょうかね。ですから、そのような、適定に用いる硝酸銀水溶液のモル濃度を10のマイナス1乗にすれば、投了点とクロム酸銀が沈殿し始める点の違いというのは、ほとんど無視できるということだったんです。ところが、とんでもないことでしたね。はい、もう一度問題文を見てみましょう。試料水溶液に 1.0×10 のマイナス3乗モルパーリットルの硝酸銀水溶液を適化するということですね。はい、ここが大きなミスだったということになります。こちらになります。私も、このモール法ですね、演示実験なので何回も行ったことあります。生徒実験で指導したこともありますけれども、やはりその時の試料溶液中の塩化物イオンのモル濃度、そして加える適定に用いる硝酸銀水溶液のモル濃度というのは、気をつけなければならないということは、やっぱり、経験的に分かっておりました。ですから、この問題文を見たときに、この薄さですね、これにびっくりしたわけです。そして、こんな薄い水溶液で適定をすると、非常に困ったことになるよという、そんなことでしたが、それに気づかずに問題を作ってしまったということでしょうか。あるいは何かの手違いでこの10のマイナス、本来はマイナス1乗あたりにするものがマイナス3乗になってしまったということなんでしょうか。はい。もう一度東京大学の返答のメールをご覧ください。よろしいでしょうか。溶液中に存在する銀イオンと塩化物イオンの物質量は NgCl 沈殿の量に対して小さく、クロム酸銀が沈殿し始める点が投了点とみなされると理解できますと返事を出していただきました。しかし、クロム酸銀を沈殿し始める点と投了点には大きな違いがありました。よろしいでしょうか。はい。適定において 5.3ml。この違いは非常に大きいです。文部科学省には、再度この具体的な数値を示してメールを送りました。それに対して東京大学さん返事を出していただけるか、くださるかどうかわかりませんけれども、また進展があったら報告したいと思います。いずれにしろ、大学入試は終わり、そして合格発表も行われました。大学の入学式はいつなのかわかりませんけれども、早めにこの問題については決着をつけた方が良いのではないでしょうか。